ようやっと今一人前のスタートなんじゃないですか。一人前になりましたよ、そっからがじゃあ勝負でしょっていう人間ってそうやと思うんですよ。うまい。美味しい。真剣な店長。真剣な店長。Very good。大好きやから僕はもう長生きしてほしいです。長生きしてほしい。ゆっくりがいい？いや、いつもありがとうございます。いや、遅くなりました。結構重そうですね、やっぱり。重いのは重いけど引くのはそうでもないですよ。この握りが結構力いるかな。腕を固定して引っ張ってるから腕の力だけはいるかもしれない。慣れすぎて分からんけど、子供の頃と違って体重重くなったけん安定は取りやすくなったと思うけど、昔はもっと痩せてたんですか？そうそう、もう竹のことしとってよう言われよった。ちょっと焦げすぎた。お疲れです。先にこの一角ならこの一角を整えたい気持ちにはなるんだけど、なるべく効率よくやりたいから、最初の頃はね、慣れてない頃は一つずつ終わらせてたんですよね。まず運ばないかんでしょ。取って戻って取って戻って、こう動線でつながってる時はとりあえず持っていくみたいな。頭とすねとバラ骨、よその厨房は入ったことないけん分からんけど、骨はね大体みんな一緒やと思います。同じセッティングを同じようにやっとるつもりやけど、やっぱ毎日ちょっとした位置関係とかで動きにねロスがあったり、スムーズにはかどったりで30分ぐらい準備が早かったり遅かったりする。ただでさえ出遅れたのにゆっくりしとったらもう営業時間がなくなってしまう。一人でされてて、アルバイトの方雇ったりとか。ちょこちょこね連絡が来たりとかはするんですけどね、電話がかかってきて募集してませんかとかね、
責任を考えるとね、ちょっと踏み切りきらんっていうか、簡単に人を雇うっていうのが性格上難しいかな。面倒見てやらないかんというか、生活を見てやらないかんような、何かあった時に知りませんって言えればいいんやけど、でもほっとききらんしみたいな考えると、雇うからにはっていうその自分の中でなんか契約上の関係みたいなのは多分しきらんと思うんですよ。さあ戻りましょう。ラーメンの作り方はどうやって覚えたんですか？いやもう全部親からですよ。親に教えてもらって、まあでもこれただ炊くだけやから誰でもできますよ。これは鶏ガラです。あとは時間を置いたら出来上がりです。簡単でしょ、誰でもできるこれどういう味付けになってるんですか？これはね、作り方は教えられんと。スープはね、もう見ての通り水入れて炊くだけやから、濃度調整だけやから別にどうぞいらっしゃい、誰がやってもできるもんで教えられるとばってんが、チャーシューはね教えられんと。もともとね、お父さんがこう主体でやりよったばってん、お父さんがその40の時に肺がんで亡くなったんですよね。でその時にお父さんがメインでやりよったもんで、お母さんも作り方は知らんかったんだけど、入院した時もすでに手遅れやけんっていう話でなんとか聞き出さないかんっつって、ちょっと病気で入院してるだけのつもりやからね俺戻ってきたらバリバリ働くけ、今のうちゆっくりしときって教えてくれんかった最初一生懸命なんかああじゃないこうじゃない言いながらね、ごまかしながらね教えてもらったんだって。それはもう誰にも教えたらいかんよって言われて、お母さんが何とか聞き出した。麺の硬さは普通でいいですか？片面で、はい。お待たせしました。はい、どうぞいらっしゃい。屋台は1軒目ですか？一軒目です。ごめんなさい。その前にちょっと別のところで少し店舗で。店舗でうちはね、親からなんで40年ぐらいになります。この本体はうちは3代目です。で、自分が作り直そうかねっていうタイミングで、たまたまね、同じ組合で辞めた人がいたんですよ。で、その人の屋台がしっかりしてたから、それを譲り受けて、で、それがね、3年前、4年前、火事になったんですよ。全焼したもんだよ。なんで、これもまた、別のところの屋台のお下がりです。今日東京から来ました。いかがですか、福岡の屋台の雰囲気？いい感じだと思います。こじんまりとしてるからお客さん同士も店主さんともね話もできそうな感じだし、すごいいい感じだと思います。光る来とった。おかえり。中学校高校は週末縫うとか夏休みで手伝いに来てたので、そうじゃん、本当に暇でね。で、お客さんが来たらすることはできるけど、ちょっとネタの手入れするとか、それぐらいしかすることないですもんね。掃除するとかね。
ことを一人でよくやってるなとは思いますよドリンね。クお願いします。ウーロン茶。はい。餃子でコーラ2つとウーロン茶2つ。はい。大根2つと、 2つ。あとイワシのつめ1つと、餃子巻き1餃子巻きを1つ。つ、牛すじ2つ。筋を2つ。どうぞ。ホルモンです。お待たせしました。日本語、中国語、おでん、はい、おでん。卵、卵もね。卵はい大最根高、ねはい、。卵厚揚げ丸天餃子ね。はい。コーラ、焼きラーメン。ラーメンは丼でしょ。焼きラーメンはこっちで出てる。野菜ラーメン、野菜ラーメン。野菜ラーメンですね。右と左の桃のことだ。4つの右4つ。ごめんね、お待たせしました。あるよ。ラーメン、さあ、めっちゃありがとう。Very good. Okay, okay. 美味しいね。山口県です。ここに来てみたくてわざわざ来たんです。こがちゃんを目指して。そうそうそう。ごめんね、スープが多くなった薄かったら言ってください。美味しい。2時間半かけて来た甲斐がある。薄ない大丈夫？今はね、全国からやっぱ来られるからね、ありがとうはあるばっていうのがなんか申し訳ない感じもある。自分の自己評価なんてでもそんなもんじゃないですか。わざわざ自分のために来るっていうようなのはね、考えられん屋台って楽しいですか？わからん。やりがいなんていうのは何やろうな、あったりなかったりしたら当たり前でしょ。まあその時々じゃないですか。あんま考えるのが一番いいはい。大根、厚揚げ、大根の厚揚げちくわ。はい、ごめんね、お待たせしました。先月友達が来ました。美味しかったと言っています。とっても真剣なの店長と思っています。なんな店長ね。真剣な店長。真剣な店長。はいどうもありがとうございました。ありがとうございます。これはうまいそう。たまんねえな。実は僕先週までアメリカに住んでたんですけど、この店主さんの YouTube 見てて日本食に恋しくなった時にそれ見て来て見つけたんでよかったです。
本当に向こうだしとかラーメンとかないんで、直接煮込むってこと？直接煮込む、直接味付けをするみたいなとかが多いと思いますね。はい、僕自身屋台のこと全然知らなかったので、正直入りにくいのかなとか最初思ってたんですけど、店主さんが優しいのはもちろんなんですけど、入りやすくて来てよかったなと思いました。料理はどうですか？料理最高ですね。もうまさにこういう料理のために来たんで、4年間待った甲斐が本当にありました。普通に淡々とやってた、変わらずね、別にこだわってやってるわけじゃないからね。やった結果続いたってだけで、続けるために変えなくてそのまま頑張ってきたわけじゃないから、結果そうなったっていうだけの話ですね。今日お客さんが絶えないからお手伝いに来られてよかったんじゃないですか？そうですね、週末なんでもうね、大人になってからはね、助けられてばっかり。弟バッテンがね、もう助けられてばっかり。あなたは知ってんねん、小さい時。弟がおることは知ってるんですよ。あれ？もうそこが抜けてんだ。昔をご存知ですか？そうそうそう、ここの前のお父さんの時から。そうなんですか。私が学生の時から。お父さんがまたいい人で、またそこにみんな人が集まる。学生の僕らも可愛がってもらったし。ちっちゃい時覚えてます？覚えてますよ。だってお母さんの背中におんぶされここのおんぶひもにな、背中して屋台出てたよな。お母さんをおんぶしてた。俺が17ぐらいからここ始めて、いつ頃に来られたか知らんけど、このグループのね、その当時の人たちがちょこちょこ来るようになって、さも知ったように話してくるけど、俺は知らんもんな。記憶がないから、そうなんですねって言ってたんやけど、さすがにこの年月だとこうやって雑な扱いになるけどね。最初はお客さんじゃないですか。だからかしこまったようなね、扱いっていうか応対する場っていうのが雑にこうやって気楽に付き合えるっていうのはいいですよね。大根。厚揚げは？厚揚げ最高。一口餃子いいよね。何でもいい。博多の餃子美味しい。福岡は3回目4回目。そうですか。でも屋台は初めて。こちらの屋台は台湾より綺麗綺麗だと思います。ちょうどね、弟来て助っ人がちょうど登場したけんよかったで、助かった。はーい、お待たせしました。美味しい。中学出てすぐやけん17ぐらいですかね。最初の2年間ぐらいはね、教わりながら一緒にやったんだけど、自分が教わる立場とか継ぐ立場として敬わないかんとやろうけど、普通に接してたつもりやけど、忙しいとやっぱちょっと気が荒くなったりとか、言い方悪くなったりとかするから、それがやっぱり積み重なると、お母さんもお母さんでやっぱイライラするでしょ。またいいやるっていうね。もう明日からまた一人でやんなさいっつってお母さんが怒って、別に俺もどうでもいいから「分かった」って言って一人になりましたね。よかもう今度よかみたいな気軽にね。それともやったらやったで、今度一人は話すことが仕事の一部になるでしょ。お客さんとの応対って考えると自分は苦手だから、それがね苦労しましたよね。広げ嫌いし冗談言えんしで、しんどかったですね。ここ10年とかそんくらいですよ。最近ですよ、喋るようになったのは。そうですか。そういうのが分かってきて、ようやっと今一人前のスタートなんじゃないですか。一人前で終わりじゃないからね。一人前になりましたよ、そっからがじゃあ勝負でしょっていう、多分人間ってそうやと思うんですよ。似てる？嘘。かっこいいよ、こっちの方が。ありがとうございます。
はい、お待たせしました。ありがとうございます。絶対美味しいそんな焼きです。みんな来た方がいい。店主の方もすごい楽しい方なんで、今日は来てよかったです。1550円ですね。今日は何を食べられました？山芋焼きがすごい。さすが僕らのメニューまで知ってるっていう。美味しそうって思って。全然知らない人がこう同じ時間にこうもう本当偶然じゃないですか。東京からパッと来て仲良くしてくれて、このすごいと思いますね。今はイワシ明太餅。ありがとうございます。イワシ明太最強。あとすいません、息子がぜひ店主さんと写真1枚写真。ああ、了解よ。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごめんなさい、お待たせしました。すごいめっちゃ来てるよ。はい、ありがとうございます。今日結婚指輪買いました。おめでとうございます。ありがとうございます。これ YouTube 載るでこれ。僕は10月からインドなので、それまでにちょっとこういうとこ味わいたいって言ってちょっとお願いしてきました。5年間インドで赴任、もう美味しいところで美味しいご飯食べて気持ちよく行こうっていうのでこうさせていただきました。大将の印象どうですか？なんかすごいなんか優しさの上にぬくもりというか、なんかお帰り感を感じます。ずっと毎日欠かさず全部セッティングしてこうやってお客さんを迎えてくれるってすごい当たり前に見えるけど、すごい大変なことやってるなってめっちゃ思います。行くよいや大好きやから僕はもう長生きしてほしいです。長生きしてほしい。おお、ありがとう。小学校の同級生です。そうなんですか。前ここが屋台じゃない家でやっていた時あったんですよ。もうそこからもうずっと知ってるんです。お父さんが亡くなってこの人のお母さんと2人でやったんです1年間だけ、ね、そうこれサガリですね、屋台ではねサガリとかねお肉のメインになりやすいのかな。牛肉の横隔膜付きのお肉なんですけど赤身なのに柔らかくてねおいしい。うまい。すごいですね。もう注文もしなくても別にねお客さんと思ってなきゃ何でもいい。なんだろう。だからね商売っ気ないっていうのは本当に商売っ気ないんですよ。別に看板商品としてこれ売ってますっていうわけでもないですし、もう素朴に昔からでずっとなんか流れでやってるだけやから、普通はまあ商売やってたら稼ごうがないと本当はダメやけど、もう性格でしょうね。まあ気使いんじゃないですかね。例えばなんかぼーっと一人でやってる時もなんかやっぱりお客さんでもこうしたらやっぱ喋りかけようとかそういう優しさもあるかもしれないです。あんまり頑張りすぎんことですよね。はい、お待たせしました。いやもう時間やけど作っちゃろうと思ってすいません、ありがとうございます。これはね予備として車に積んでたんですよ。だからこれはまあお風呂ですよね。まあ作ってしまえば早いんですけど、お母さんが不正したりとかしてたようなね、そういう思い出もありきでね、どうしようかなってこの話を聞いたらね、みんなねこれがいいって言うんですよ。で普通に仕事で考えたらかっこいいのつけたいですよ。だからつけようと思いながら
横着こいてずっと使ってるだけ。別にそんな深い意味はないです。人の気持ちはわからない。昔は釜のお湯が貴重だったんですよ。今でこそ水道がついてるけど、昔は水道がついてないでしょ。だからね、その釜のお湯で最後ネトネトしたそういう寸胴とか、油ギトギトのやつを洗ってたの、大事にこう使いながら。自分の場合はもうね、もう根っこがこれだから、お母さんの話では前の日まで自分がお腹に入っとって、あ、生まれるって言って片付けして急いで病院行ったって言ってたっけ。当たり前すぎてね、あえて言えることは何もないんだけどね。染みついてて根っこがこれやから、ただただやっていくだけですよ。やってた結果、周りの人がどう評価するかっていうことと、なんか変えたりとか、逆に変えないためになんか変わるものもあるのかもしれんし、そんな目標らしい目標もないですけど、気恥ずかしい、そんなこと言えない。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。